どれがメインかわかんない。メインはご飯でしょうまっ。皆さんこんばんは、コピです。今週は和食をテーマに夜ご飯を作っていきたいと思います。今週買ってきたものを紹介します。買い物は週1回にしていて、まとめ買いだと買い出しが1回で済むので楽ちんです。今週は豚汁で野菜をたっぷり使いたかったので、そちらの野菜を中心に買ってきました。それ以外はもやしやきのこ、こんにゃくなど節約の食材を中心に買っています。豚肉はお肉屋さんでまとめ買いして冷凍しています。きゅうりと人参は余っていたのでそちらを使っていきます。買い物リストはこちらに出しておきます。レシピは概要欄にも載せているので参考にしてください。今週もまた頑張りましょう。今日はこちらで豚汁とお魚レシピにしたいと思います。月曜日は和食の定番豚汁を作っていきたいと思います。豚汁は夫も大好きなのでたっぷり2日分作って食べていきたいと思います。長ネギは後日のお味噌汁用に少し残しておきます。豚汁のいいところは野菜がたっぷり取れることと、これだけでおかず一つになるので副菜がなくても大丈夫という安心感があるところです。野菜はだいたい同じくらいの太さに切っていきます。そうすると火の通りが均一になるのでおすすめです。今回は大根、人参、長ネギ、こんにゃく、玉ねぎ、里芋を入れていきます。分量は概要欄にも載せているのでよかったら参考にしてください。ちなみに皆さんのお家でおすすめな豚汁の具材があればぜひ教えてください。また作りたいと思います。こんな感じで全部切り終えたら鍋にごま油を入れて野菜を炒めていきます。今回先に野菜を炒めるのは私のこの鍋がちょっとくっつきやすいので、豚肉を炒めると全部くっついてしまうので先にお野菜を入れています。全体的に野菜に油が回ったら豚肉を入れていきます。今回はしゃぶしゃぶ用の薄切り肉を使っています。油が多い方が美味しい旨味が出ると思うので、豚バラ肉や普通の肩ロースを使ってもいいかなと思います。お水、だしの素、味噌を入れて柔らかくなるまで煮ていきます。お味噌は入れる予定の半分くらいを入れていきます。普通は沸騰させてはいけないと思うのですが、具材に味を染み込ませたいので今回は半分先にお味噌を入れました。続いてメインを作っておきます。和食といえばということでお魚料理にしたいと思います。以前はお魚料理を全く作らなかったのですが、お魚料理も作ってくださいというコメントをいただいてからいろいろ作るようになってすごくレパートリーが増えました。これも見てくださる皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということでフライパンにもやし、きのこ、鮭を入れて蒸していきます。きのこは今回えのきを使いましたが、しめじやしいたけ、まいたけなど好きなきのこでいいと思います。豚汁はアクが出ていたら取り除いて冷凍の里芋を入れていきます。里芋を後から入れたのは先に入れてしまうとべちゃべちゃになってしまうので後から入れています。今日はメインが少し軽めなので混ぜるだけの簡単な副菜を作っておきます。人参を細切りにしたらボウルに入れてツナ缶とポン酢で和えていきます。他の調理を頑張って楽したいなって日は混ぜるだけの副菜を作ることが多いです。人参、きゅうりなどのそのまま使える野菜とツナ缶、塩昆布など味が一つで美味しくなるものを混ぜて作るというのが私の定番です。10分蒸し焼きにして鮭に火が通ったら先に取り出しておきます。さらにきのこあんを作るので洗っておいたなめこと醤油、酒、みりんを入れて混ぜていきます。なめこをきのこあんにするのは初めてだったのですが、トロトロしててすごく美味しかったのでぜひやってみてください。出来上がったら盛り付けて最後に豚汁を仕上げます。野菜が柔らかくなっていることを確認してお味噌を溶いていきます。豚汁をたっぷりよそったら今日の夜ご飯出来上がりです。もしあれば冷凍のネギをかけると見た目もバッチリです。それでは温かいうちにいただきます。今日はこちらで厚揚げレシピです。
昨日の豚汁がたくさんあるのでこちらをメインにしたいと思います。ということで今日は豚汁に頼ってメインだけ作っていきたいと思います。まずは使う味噌だれを混ぜておきます。味噌はしっかり溶かしておいた方がいいので先に別の容器で混ぜています。フライパンで混ぜると固まっちゃったりどこかだけ味が濃いということがあるので先に混ぜておく方がおすすめです。そうしたらまずはフライパンで厚揚げを焼いていきます。厚揚げはカリッと焼いた方が香ばしくなるのでおすすめです。余っていたこんにゃくも入れてかさ増ししていきます。もし厚揚げだけでボリュームが足りないよっていう方は豚肉やひき肉を足してもらうとよりボリュームが出ます。男性などはそちらの方がおすすめかなと思います。続いてもやしを入れてさっと炒めたら混ぜておいた味噌だれを入れて味付けしていきます。もやしは炒めすぎるとしなしなになって食感がなくなってしまうのでさっと炒める程度で大丈夫です。味噌だれを煮詰めたらメインは出来上がりです。豚汁が温まったので盛り付けていきます。私はよく節約食材で厚揚げを使いますが、味付けは基本的に味噌、ケチャップなどの濃い味にすることが多いです。ちょっと薄い味だとやっぱり物足りなさが出てしまうので厚揚げレシピにはそういう味付けがおすすめです。今日のメインは豚汁ということでたっぷり丼によそっていただきます。いただきます。なんかどれがメインかわかんないね。メインはご飯でしょうん、おいしい。それ何回やんの毎回。いや白米おいしい。すごい。見てこの大根。ないトロトロ。ああ、いろんなみんな頑張ってるわみんな頑張ってる、今回ねなんか玉ねぎを入れるっていうのを見つけたからね玉ねぎ入れてみた。でちょっと甘いんだね。そうそうそう。ネギも入れてみた。肉でご飯食べちゃう。うまっ。この豚美味しいよね。豆腐もね、食えるよね、味しみてると。今日ちょっと固め厚揚げ。豚汁をね、食べると見たくなるドラマがあるんです。相席食堂じゃなくて深夜食堂。深夜食堂です。あれダメだよ、夜見たらお腹すくだけだから。今日はこちらで肉じゃがにしたいと思います。本日も和食の定番ということで肉じゃがを作っていきます。我が家は節約のために豚肉で作っています。まずは野菜を準備していきます。じゃがいもは今回4つ使ったんですがちょっと多かったので2個か3個ぐらいでいいかなと思います。玉ねぎはたっぷり食べたいので丸々1個使いました。じゃがいも、玉ねぎ、人参を切ったらフライパンで油をひいて炒めていきます。野菜は炒めておくと煮崩れを防ぐことができるのと風味アップにもつながるので炒めています。お水を入れたら豚肉も入れていきます。こんな感じでしゃぶしゃぶする感じで入れていきます。この方が柔らかくなるかなということで私は炒めずにこうやって入れています。白滝はそのまま入れてしまって食べるのが大変だったので3等分くらいハサミで切ってから入れるといいと思います。調味料を入れたら落とし蓋をして煮ていきます。落とし蓋はなければアルミホイルやクッキングシートで代用してもよくて食材と汁がこうしっかり触れるようになれば OK なのでこんな感じで私はアルミホイルで代用しています。煮込んでいる間にお味噌汁を作っていきます。今日は定番豆腐とわかめです。
きゅうりが少し安くなっていたのできゅうりで副菜を作っていきます。夏にハマったこの切り方、叩ききゅうりが簡単にできるのですごくおすすめです。縦に切り込みを入れてねじってちぎっていきます。袋に入れたら塩昆布と鰹節で揉み込んで食べるまで置いておきます。こうするとしっかり染みます。15分くらい煮込んでじゃがいもが柔らかくなっていたら落とし蓋を取ってさらに煮詰めていきます。もし柔らかくなかったらもう少し煮込んでいきます。その間にわかめを入れてお味噌汁を仕上げて副菜を盛り付けておきます。15分くらい煮詰めたら肉じゃがも出来上がりです。ここでワンポイントなのですが、もし時間があれば一度冷ますとより味が染みて美味しいです。実際に今回少し余って次の日に食べた肉じゃががより濃厚ですごく美味しかったので、もし時間があったり余ったりした時はやってみてください。今日はこちらで鶏肉の南蛮漬けにしたいと思います。今日は私の大好きな鶏肉の南蛮漬けです。これは野菜もたっぷり取れる上に胸肉でヘルシーというのが私のお気に入りポイントです。まずは野菜を切っていきます。今回はしっかりと食感を残したレシピにしたいので、野菜は加熱せずに使いますが、もし野菜が苦手だったりちょっと食感が強いなと感じる方は南蛮液と一緒にチンしてもらうといいと思います。最近そしてこのピーマンの種の取り方にハマっていて、スポッて抜けるのが気持ちいいんですよね。それでは切っていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいに細切りしていきます。玉ねぎはできるだけ薄く切ると辛みも気にならずに食べることができます。人参は薄切りにしてから細切りにすると切りやすいです。ちなみに私が使っているのは牛刀なのでちょっと重たいんですが、こうやって押し切りができるのはいいところです。続いて南蛮だれを作っていきます。今回はいわきのガラス容器 1.2 リットルを使っています。どんな耐熱容器でもいいのですが、後から野菜と鶏肉を入れるので大きめの耐熱容器がおすすめです。私はいわきのガラス容器を4種類持っていて、魅力を語り出すと止まらないのですが、なんといっても洗いやすいのと重ねて保存できるのがすごくいいところです。今回の南蛮漬けももし余ったらそのまま保存できます。続いて副菜用のじゃがいもをレンジでチンしておきます。熱いうちに南蛮だれに野菜を入れて浸しておきます。野菜にもしっかり味を染みさせるのがポイントなので、南蛮だれは最初に作るのがおすすめです。続いてお味噌汁を作っておきます。今日は大根のお味噌汁です。大根は細切りにするのが夫が好きなので、いつも細切りにしてお味噌汁にしています。続いて鶏胸肉を準備していきます。いつも通り皮を取ったら3等分にしてそぎ切りしていきます。今回は野菜がたっぷりあるので、鶏胸肉は少し小さめの 250g ぐらいを使っています。日持ちするので多めに作って困った時の副菜に使うのもいいと思います。お酒を揉み込んでから片栗粉をまぶして揚げしていきます。今日焼くのは鶏肉だけなので、私は卵焼き器を使っていきます。こうすると油が少なくて済むのと洗い物が楽ちんです。揚げ焼きの時はフライパンの底が埋まるくらい油を入れて焼いていきます。弱火でじっくりと焼くのがポイントです。じゃがいもは触れるくらいになったらラップを取ってキッチンペーパーで包んで皮を剥いていきます。皮の少しシワシワになっているところをずるっと引っ張ると剥けるので、よかったらやってみてください。これは視聴者さんが教えてくれたんですが、こうするようになってからじゃがいもがホクホクになったんで、すごくおすすめのやり方です。調味料を先にボウルで混ぜたらじゃがいもを入れて崩すように混ぜていきます。私はゴロゴロが好きなので大きめに崩しています。鶏肉もこんな感じで両面焼き目がついてこんがりしてきたら、熱いうちに先ほどの南蛮だれに入れていきます。冷めていく時に味がしっかり染みるので、熱いうちにつけるのがポイントです。全体に混ぜ合わせたら10分くらいつけておきます。
ちなみにフライパンは油がこんくらいしか残らないので、キッチンペーパーでさっと拭いて洗えば洗い物も楽ちんです。最後にお味噌汁を仕上げて盛り付けていきます。先に南蛮漬けを作っておくといろいろやっている間に染みてくれます。そして南蛮漬けはじゃーん、こんな感じでいい色に染まりました。お肉を盛り付けてから野菜を乗せるとより見た目が良くなります。結構野菜が多かったので余ったらさらに後でお肉を足してもう一回食べても OK です。それではいただきます。今日はこちら豚肉と大根を使って蒸し料理にしたいと思います。大根はたっぷり使います。安いから1本と買ってしまった大根が大量に余っているので、今日は大根消費レシピにしたいと思います。さすがに多すぎたのでちょっと残しておきます。私の小指2本分ということでだいたい10センチ使っていきます。指の長さで測れると目分量の時に意外に便利なので、私はこうやって測っています。そうしたら大根の皮を剥いてスライサーで薄切りしていきます。フライパンに直接入れちゃうと楽ちんです。最後の方は危険なのでフォークに刺してスライスしていきます。スライスし終えたら水 50ml を入れて蒸し焼きにしていきます。もしスライサーがなくて手で薄切りした場合はもう少し長く蒸すとしっかり火が通ると思います。続いてお味噌汁の具材を準備していきます。今日は残しておいた長ネギと豆腐です。もういつもですがこの薄切りの厚さが全く違うのはご愛嬌でお願いします。長ネギは青い部分も茶色くなっていなければ使っていきます。そしたらお鍋に入れて弱火でコトコト煮ていきます。私はトロトロの長ネギが好きなので、こういうお味噌汁の日はテンションが上がります。続いてピーマンとえのきで和風味の副菜を作っていきます。ピーマンは種を取って細切りにします。切り終えたら冷凍していたえのきとチンしていきます。きのこ類はアイラップに入れて冷凍しています。こうしておくと水分が出づらくてくっつきにくいのでおすすめです。チンしている間に豚肉に下味をつけておきます。今回は薄切り肉を使って少し大きかったのでハサミで切っておきました。下味はニンニク、お酒、醤油を揉み込んでおきます。大根が柔らかくなったら豚肉を入れていきます。この時水分が出ていたら後で味がぼけてしまうのでペーパーで拭き取っておきます。豚肉は大根の上に重ならないように並べていきます。そうしたらさらに3分蒸し焼きにしていきます。その間に副菜を仕上げます。副菜はしっかり水気を切って味付けしていきます。今回はポン酢、かつお、生姜を使って和風の味付けにしてみました。鰹節を入れると風味がアップするのでよく使います。小さい袋だとすぐなくなるので最近は大袋を買っています。お味噌汁を仕上げて豚肉に火が通っていたら最後に醤油で仕上げていきます。あんな大量に入れた大根がこんな少なくなってしまったので残っていた大根も全部入れてよかったかもしれません。醤油を入れて軽く炒めたら出来上がりです。大根をかなり消費できるレシピなので、丸ごと買った時や安くなっていた大根を見つけた時ぜひやってみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。気になったレシピや夜ご飯があればぜひ作ってみてもらえると嬉しいです。また感想などを教えてもらえると励みになります。それではまた来週の動画でお会いしましょう。